ちそうさまチャンネルは男子おつまみ。こうしたらツインパン人間みたいになってるよね。これなってるでしょ。てつさん、今回は煮込みなのでお鍋ですね。ザンと春雨にしっかりいい味が入ってそれが美味しいですね。白いご飯にももちろん美味しいし、おつまみとしても最高だと思います。ちょっとピリ辛なんでお酒も進みますもんね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみうまみ煮込み春雨。ちょっとねいやらしいんですけど、このうちの商品ツインパンっていうんですけど、上と中蓋と本体ですねが分かれているこの2つの機能を持ったお鍋を使って作っていくレシピになります。ご紹介も兼ねてっていう感じかなと思ったんですけど、今日は色もそうですね、忍法どうかみたいなこともできるね、全然面白くないんですけどそんな感じで進めていきたいなと思います。材料がですね、春雨今日も戻してある状態ですね。豚バラのスライス、たけのこ、しいたけ、白菜、八角、にんにく、生姜。調味料がお水、お醤油、練りのがらスープ、オイスターソース、お砂糖、豆板醤、お酒、みりんですね。八角苦手な方は外していただいても美味しいです。で今回は煮込みなのでこっちの深い方のお鍋の方ですね。最近のフライパンとかお鍋って絵が絶対熱くならないものの方が多いんですよね。これは熱くなります。一体成形なので、そこだけはちょっとね。じゃあ早速切っていきますね。まず白菜縦切って繊維に沿ってこういう感じ。あんまり小さくしない方がいいですね。ちょいと煮込むんで白菜感じなくなっちゃうんで少し大きめに切っていいと思います。でしいたけちょっと太めのスライスですね。こんぐらいでいいと思うんですね。たけのこ上と下に分けて、上のこの柔らかい部分ですね、柔らかい部分はこのままスライスで、下のちょっと硬い部分はちょっと千切りっぽくで、ここをこういうふうに切るとこういう端材が出るわけですね。なのでこの線に切った方が綺麗なんじゃないかっていう、当たり前っちゃ当たり前の話なんですけどね。でお肉ですね。お肉1センチ幅ぐらいに切っていきます。でお塩胡椒しておきます。これ下味です。でちょっと揉んで、あと春雨ですね。カットするもの戻してからだいぶ時間経ってるんで固まってるんですけど、この状態から水分含むとまた元に戻ります。4分の1ぐらいに切っておけばいいと思いますね。で合わせ調味料も合わせて作っておきますね。まず練りのがらスープ、お水、みりん、お酒、豆板醤、お砂糖でオイスターソースでお醤油ですね。でお砂糖が入ってるんでちょっと混ぜて溶かして、でこれで準備完了です。これから火にかけていきます。もうここまで来たらね、もうあっという間ですね。まず火つけます。強火でいいですね。でごま油大さじ1と2分の1ですね。本当あれですね、モニターで見るとほぼ一緒の色ですね。こうしたらツインパン人間みたいになってるよね。これなってるでしょ。まずお肉ですね。肉ほどきながらまず炒めて、7割方火通ったらここでにんにく、生姜、そしたら野菜と各材料入れていきます。まず白菜、油絡んだら他の材料ですね。しいたけ、たけのこちょっとしっとりするまでですね。白菜のかさが少し落ちて少し入れた分量が減るんですね。八角っぽい。ここで合わせ調味料入れていきます。でまだたくさん水分ある状態ですよね。野菜とかしいたけからも出てくるんですけど、この水分が沸騰してる間に春雨ザンとでまずよく吸わせます。1回ほどくために吸わせて、まだ下水分残ってるんですね。この水分が要はゼロになるまでやっていくんですよ。そうするとさっきの調味料が煮詰まった状態で、かつ今野菜を少し煮込んだじゃないですか。その野菜とかお肉から出る旨味が春雨が吸って出来上がりって感じなんですね。ちょっとしばらくこうやって置いてみたりで、だんだん色濃くなってきますよね。春雨のこうやって春雨にしっかりいい味が入ってそれが美味しいですね。完全になくなったかなと思っても斜めに傾けるって出てくるんで、それも全部吸わせる感じです。もうちょい最初から最後までずっと強火ですね。ちなみにこんな感じですね。色が春雨の色がもう濃厚な茶色になってまいりました。音がさっきグツグツグツって感じだったのがだんだん消えてきてシューッと音に変わってきてるんですね。で全体均等なこの茶色になったら完成ですね。
たら野菜の旨味の入った、美味しい、煮込み春雨の出来上がりですね。じゃあ盛り付けていきます。結構ね量もたくさん取れるので、さあさあ、あーいい匂い。はい、完成です。早速いただきます。よいしょ。いいよね春雨って。うまい。しっかり味。白いご飯にももちろん美味しいし、おつまみとしても最高だと思います。やっぱちょっとピリ辛なんでお酒も進みますもんね。あーうまい。もう今日一日終わった感じ。いやというわけでね、今回はこのツインパンの下の部分使って、うまみ煮込み春雨作りましたけれども、普通のフライパンでもできます。ただ径が大きすぎると蒸発量が早すぎてじっくり入っていく前にもしかしたら味ムラみたいのができやすくなるかもしれないんで、径の広いフライパン使う時はよく混ぜて調理してください。次回はですね、この、ツインパンのこっちのパンの部分を使ってしるしる豚ニラ餃子を作りたいと思います。ごちそうさまでした。